東京の冬はいつも静かに始まる。高層ビルの窓ガラスに朝の光が鋭く差し込む頃、霧島誠一はすでに法廷に立っていた。65歳、銀髪を短く整え濃紺のスーツに身を包んだその姿は、40年のキャリアそのものだった。証拠の解釈に恣意性がある。弁護側はその点を明確に指摘します。静まり返った法廷に低く、落ち着いた声が響く。傍聴席がざわめいた。誰もが知っていた霧島誠一が立てば負けることはない、と。判決が読み上げられた瞬間、誠一はただ、静かに目を閉じた。勝訴、それはもう何度目の勝利だろうか。ロビーに出ると後輩の律子が駆け寄ってきた。先生、またです。完璧な弁論でした。誠一は小さく首を振った。完璧な弁論などない。ただ事実に忠実であっただけだ。その言葉の重さを律子はまだ知らなかった。その夜、誠一は一人で車に乗り東京郊外へと向かった。目的地は刑務所だった。面会室のガラス越しに白髪の老人がゆっくりと現れた。父、義雄88歳。かつて町工場を一代で築いた男が今は施設の薄い布に包まれ、椅子にそっと腰をした。ろしていた。体は大丈夫か。義雄は静かにうなずいた。ただ、それだけだった。誠一は持参した書類袋をテーブルの上に置いた。再審請求のための古い記録。30年前の裁判資料だ。義雄の目が一瞬止まった。誠一、もういい、お前の人生がある。父さん。誠一はガラスに手のひらをそっと当てた。俺は弁護士だ。それ以上は言わなかった。言葉より重いものが二人の間に静かに満ちていった。家に戻った誠一は深夜まで資料を広げていた。30年前の裁判記録、証人の名前、供述の日付、そして1枚の古い領収書。配達業者のスタンプが押された色あせた紙切れ。その日、父が現場にいたと証言した男がいた。だがこの領収書が示す配達記録は全く別の場所を指していた。誠一の手が止まった。これは、住所は都内の古い住宅街。配達を受け取ったとされる人物の名前は田中澄、73歳。現在もその地区に住んでいるという記録が残っていた。誠一はゆっくりとその名前を指でなぞった。この人が全てを知っているかもしれない。だが弁護士として尋ねれば警戒される。法律の言葉では届かないこともある。誠一は資料を閉じ、窓の外の夜景をしばらく見つめた。街の明かりが遠く、静かにしばたいていた。翌朝、誠一はクローゼットを開けた。整然と並ぶ濃紺のスーツたち。40年間自分を守り続けてくれた鎧。その一番端に古い段ボール箱があった。中には息子が学生時代に使っていた配達用のジャンパーと色あせた野球帽。なぜ捨てずにいたのか自分でもわからなかった。誠一はゆっくりとジャンパーに袖を通した。鏡の中の自分を見る。弁護士ではない、ただの65歳の男がそこにいた。近所の配達会社に電話を入れ、アルバイトをしたいと告げた。電話口の若い担当者が少し間を置いてから言った。ご年齢はおいくつですか？65です。また間があった。明日来てみてください。誠一はジャンパーのジッパーをゆっくりと上まで引いた。これが新しい法廷だ。翌日の早朝、誠一は自転車にまたがり東京の路地へと漕ぎ出した。師走の空気は刺すように冷たかった。
すれ違う人々は誰も彼を見なかった。昨日まで法廷で全員が注目していた男が、今日はただの配達員だった。最初の荷物を届けた先で若い住人が無言でドアを閉めた。2軒目では遅いと言われた。誠一は黙って頭を下げた。怒りはなかった。ただ町の温度が少しずつ分かってきた。昼ごろ田中澄が住むとされる古いアパートの前を通った。3階の窓に小さな植木鉢が並んでいた。誠一はその窓をしばらく見上げた。あの人は何を知っているのだろう。そしてなぜ30年間黙っていたのだろうか。師走の風が路地を鋭く切り裂く朝だった。誠一は自転車のペダルを踏みながら地図アプリを確認した。7軒目の配達。坂道が大井地区だ。若い頃なら何でもなかった。だが65歳の膝は正直だった。急な上り坂の途中でペダルが重くなった。歯を食いしばる。荷物は崩れないように抱えなければならない。坂を登りきった時膝がかすかに震えた。笑っている。誠一は一度だけ深く息を吸った。同じ配達所属の若い同僚が電動自転車で追い抜きながら言った。おじさん、大丈夫っすか？無理しない方がいいっすよ。悪意はなかった。ただそのおじさんという一言が静かに胸に刺さった。40年間誰かに先生と呼ばれ続けた男が、今日はおじさんだった。誠一はまたペダルを踏んだ。それでいい、それでいい、と自分に言い聞かせながら。午後になった。誠一は田中澄のアパートへと向かった。表向きは近隣エリアの配達ルートだ。だが今日の本当の目的はここだった。3階35号室。古いインターフォンを押す。もう一度押した。どなたですか？か細い、しかし芯のある声だった。配達です。お荷物をお届けに上がりました。しばらく間があった。置いておいてください。お受け取りのサインが必要でして。また、沈黙。チェーンロックのかかった扉が数センチだけ開いた。白い割烹着か塀の前掛けパーマのかかった白髪。田中澄、73歳。小柄な体でじっと誠一を見た。あなた、配達の方には見えないわね。誠一は表情を動かさなかった。そうですか？墨はサインをして静かに扉を閉めた。チェーンがかかる音がした。誠一はその扉をしばらく見つめた。閉じた扉の向こうに30年分の記憶が眠っているかもしれなかった。その夜、誠一は事務所の片隅で再審請求の資料を広げた。律子がコーヒーを置きながら言った。宣誓残り42日です。再審請求の補充書類の提出期限まで42日。誠一は黙ってカレンダーを見た。田中澄の証言がなければ物証だけでは弱い。村瀬克也の虚偽証言を崩す根拠が必要だ。澄さんはまだ心を開かないんですね。今日が初めてだ。間に合いますか？誠一はコーヒーカップを両手で包んだ。暖かかった。間に合わせる。それだけ言った。律子は何も言わなかった。ただ誠一の横顔を静かに見ていた。窓の外では師走の雨が降り始めていた。細く冷たく休みなく、まるで砂時計の砂のように。翌日、誠一は別の角度から動いた。村瀬克也の古い事業記録を洗い直すため当時の取引先を訪ねた。3軒目の会社で初めて受付を通してもらえた。だが応接室で待つこと30分。現れた担当者は開口一番、こう言った。霧島先生のことは存じておりますですが、
村瀬様とは今もお付き合いがございまして。誠一は静かに言った。事実を確認したいだけです。申し訳ございません。担当者は深く頭を下げながらも一歩も引かなかった。廊下に出ると誠一のスマートフォンが震えた。メッセージだった。村瀬からだ。霧島くんを父上のために動いているそうだね。やめておいた方がいい。老人の余生を穏やかに見守ってあげなさい。誠一は画面をしばらく見つめた。やはり動きを把握されている。静かな怒りが胸の奥でゆっくりと燃え始めた。夜が深くなった頃、誠一の携帯が鳴った。刑務所からの転送通話だ。誠一か。父の声はいつも静かだった。ああ、父さん体は大丈夫か。大丈夫だよお前こそ。しばらく沈黙があった。電話越しの沈黙は面会室のガラスよりずっと薄かった。誠一、お前が弁護士になったのはわしのためか。誠一はすぐに答えられなかった。窓の外の夜景がにじんで見えた。違う、そうか。吉尾は小さく笑ったようだった。なら、いい。通話が切れた。誠一はしばらく携帯を握ったままでいた。膝の痛みも村瀬の脅しも締め切りの重さも。この瞬間だけは遠くにあった。ただ父の声だけが耳の奥に残っていた。だが、田中澄はまだ扉を開けていない。村瀬はすでに動き始めている。誠一に残された時間は刻一刻と削られていた。果たして誠一は澄の心を開くことができるのだろうか。そして村瀬が30年間守り続けてきた嘘の壁を崩す方法はあるのだろうか。朝の配達を終えた誠一は事務所に戻った。律子が珍しく先に来ていた。テーブルの上に分厚いファイルが積まれていた。先生昨夜調べました。律子の目にいつもと違う光があった。村瀬克也の30年前の事業記録です。当時の会計士から非公式に入手しました。誠一はファイルを手に取った。ページをめくる手が止まった。これは村瀬が証言した日彼は別の場所にいた可能性があります。領収書と移動記録が一致しない。誠一は律子を見た。危険だぞ。村瀬はすでに動いている。律子は眼鏡の奥の目をまっすぐ向けた。知っています。でも先生、一泊置いた。私も弁護士です。誠一はしばらく黙っていた。40年でこんな後輩を持てたことを神に感謝したいようなそんな気持ちだった。ありがとう。誠一には珍しい言葉だった。律子は小さく首を振った。お父様を取り戻しましょう。その日の午後、誠一は配達ルートで田中澄のアパートの前を通った。荷物はない。ただ顔を覚えてもらうために通っていた。3階の窓を見上げると、澄が窓越しにこちらを見ていた。目があった。澄はすぐにカーテンを引いた。誠一はそのまま自転車を走らせた。少しずつ距離は縮まっている。だがその夜、事務所に戻ると律子が険しい顔で待っていた。先生、村瀬から連絡が来ました。事務所に。内容は、先生が配達員に扮して証人に接触しようとしている。それを裁判所に報告する、と。誠一はコートを脱ぎながら静かに言った。証拠はあるか。写真があるようです。アパートの前に立つ先生の。誠一は椅子にゆっくりと腰を下ろした。想定内だった。だが想定内であることと痛くないことは違う。先生どうしますか？誠一は天井を一度見上げた。続ける。翌朝、誠一はかつての同期弁護士たちに連絡を取った。30年来の付き合いだ。再審に向けた協力を求めるためだった。
最初の一人は電話口で言った。誠一くん気持ちはわかる。でも村瀬さんは今も業界に影響力がある。私には家族もいるし。2人目はメッセージすら返ってこなかった。3人目は会ってくれた。だがコーヒーを一口飲んでから静かに言った。君のお父上が無実だとしても30年前の話だ。今さら掘り返して誰が得をする。誠一は答えなかった。得をする人間などいない。ただ父が無実だというだけだ。エレベーターを振りながら誠一は気づいた。自分は今完全に一人だ。律子を除けば、背広を着た世界も法律の言葉も、ここでは何の力にもならなかった。その夕方、誠一はまた配達ルートを回った。田中澄のアパートの前まで来た時、3階の階段で澄が重そうな買い物袋を下げて、苦労しながら登っていた。誠一は自転車を止めた。お持ちしましょうか。澄は振り返った。誠一の顔を見て少し固まった。あなた、また来たの。たまたま通りかかりました。澄はしばらく誠一を見てから無言で袋を差し出した。2人で3階まで上がった。扉の前で澄が袋を受け取りながら言った。重かったでしょう。いいえ。澄は扉の鍵を取り出しながらぽつりと言った。あなた桐島義雄さんの息子さんでしょう。誠一の体が止まった。澄は扉を開けずに続けた。写真で見たことがある昔の新聞に載っていたから。その目にうっすらと光るものがあった。私ね、ずっと苦しかったのよ。扉が数センチ開いた。事務所に戻った誠一は律子に報告した。澄さんが少し話してくれた。律子の目が大きくなった。本当ですか？まだ証言とは言えない。ただ扉が開いた。律子は深く息を吐いた。よかった。誠一はジャンパーを脱いで窓の外を見た。夜の東京が静かに広がっていた。残り31日。澄が証言台に立つまでにはまだいくつもの壁がある。村瀬はすでに圧力をかけている。放送会の仲間は背を向けた。それでも誠一はジャンパーをもう一度手に取った。律子、はい、明日も配達がある。律子は小さく笑った。誠一は事務所を出て夜道を歩いた。街灯の光がアスファルトに伸びていた。40年間法廷で言葉を磨いてきた男が、今は夜の路地を一人で歩いている。だがその背中には、かつての法廷と同じ静かな、しかし折れない何かがあった。澄は果たして証言台に立てるのか、村瀬は次に何を仕掛けてくるのか。誠一の孤独な戦いはまだ始まったばかりだった。その朝、誠一の手元に一通の封筒があった。父、義雄からだ。刑務所からの検閲済みの手紙。便箋は薄く、古びていた。几帳面な筆跡でこう書いてあった。誠一へ、お前が何をしているかうすうすわかっている。止めろとは言わないお前はいつもそういう子だった。ただ一つだけ頼みがある。田中さんという方がいるそうだな。その方を責めないでほしい。あの頃みんな怖かったんだ。村瀬はそういう男だった。だからこそお前に言いたい。正しいことをするのに遅すぎることはない。でも誰かを傷つけてまでしなくていい。お前の父より。誠一は手紙を折りたたんだ。窓の外に冬の朝日が静かに差していた。父は知っていた。墨が怖くて黙っていたことも、それでも恨んでいなかった。誠一は封筒をジャンパーの胸ポケットに入れた。今日墨に会いに行く。午後、誠一は配達の合間に墨のアパートを訪ねた。今日は荷物がない。ただ父の手紙を持ってきた。
インターフォンを押すと、今日はすぐに声がした。桐島さん？はい。しばらくしてチェーンなしで扉が開いた。炭は割烹着のまま立っていた。誠一は深く頭を下げた。突然すみません、これだけお渡ししたくて。父の手紙を差し出した。炭は封筒を受け取りその場で広げた。読む間、誠一は何も言わなかった。廊下の古時計が静かに刻んでいた。炭の肩が小さく揺れた。よしおさんが、声がかすれた。こんな人がなんであんな目に。誠一は静かに言った。父はあなたを恨んでいません。炭は手紙を胸に当てた。目から一粒涙が落ちた。上がってください。扉が大きく開いた。炭の部屋は小さかった。窓際にたくさんの植木鉢が並んでいた。お茶を一口飲んでから炭は話し始めた。静かにゆっくりと、あの日私はあの工場の近くにいました。配達の荷物を待っていたんです。誠一は黙って聞いた。よしおさんがそこにいないのを見ていました。別の男がいた。でも私には顔がわからなくて。炭はカップを両手で包んだ。後から村瀬さんが来ていったんです。見ていないことにしろって。家族に何かあっては困るだろうって。部屋が静まり返った。怖かった、本当に怖かった。だから黙っていた。炭は目を伏せた。30年ずっとよしおさんの顔が夢に出てきました。誠一は深く息を吸った。すみさん、はい、あなたは悪くない。炭が顔を上げた。でも一つだけお願いがあります。誠一はまっすぐ炭を見た。もう一度だけあの日のことを話してもらえませんか。今度は法廷で。律子からの連絡はその夜に来た。先生見つけました。声が震えていた。村瀬が証言した日の防犯カメラの記録です。当時のコンビニのオーナーが保管していましたフィルム式の古いカメラですが、日時がはっきり映っています。誠一は立ち上がった。村瀬が映っているか。映っています。現場から全く別の場所にその時間帯にいます。誠一は目を閉じた。30年だ。30年間この国のどこかにこの映像が眠っていた。父が白い布をまとい置いていく間も、誠一が法廷で勝訴を重ねる間も、ずっとここにあった。律子、はい、よくやった。律子の息を飲む音がした。再審請求書を仕上げよう。すみさんの証言とこの映像があれば十分だ。再審が認められた日、法廷は静かだった。誠一は濃紺のスーツに身を包んでいた。久しぶりの法廷だった。だが今日は依頼人のためではない。父のために立っていた。判事が判決文を読み上げた。被告人桐島義雄に対する有罪判決を破棄し無罪を言い渡す。傍聴席がざわめいた。律子が口元を手で押さえた。誠一は動かなかった。ただ目の前の空気がゆっくりと変わっていくのを感じていた。30年分の重さが今静かに溶けていった。廊下に出ると義雄が車椅子で待っていた。施設のスタッフに付き添われて誠一を見つけると義雄はゆっくりと手を伸ばした。誠一はその手を両手で包んだ。言葉はなかった。ただ二人の手が重なっていた。父の手は小さかった。でも温かかった。この手が30年間何を耐えてきたのか。誠一はただそのぬくもりを感じていた。判決の翌日、誠一は義雄を連れて外に出た。施設のスタッフが車椅子を押してくれていたが、しばらく歩いたところで誠一は静かに言った。少しだけ二人にしてもらえますか？スタッフが少し離れた。誠一は車椅子の後ろに立ちゆっくりと押し始めた。師走の風は冷たかったが、その日だけは柔らかく感じた。
公園の入り口まで来たときよしおが不意に言った。空が広いな。誠一は前を向いたまま答えた。そうだな。刑務所の空は小さかった窓の格子の四角い空だった。誠一の手が車椅子のグリップを少し強く握った。でもな誠一、その小さい空でも晴れた日は綺麗だった。よしおは静かに空を見上げた。シワだらけの顔に冬の日が柔らかく当たっていた。誠一は返事ができなかった。ただゆっくりと乳を押し続けた。枯葉が一枚ふわりと落ちてきた。それだけで十分だった。二人にはそれだけで十分だった。公園からの帰り道、誠一は一人で配達会社に寄った。ジャンパーを丁寧に畳んでフロントに置いた。野球帽もその上に重ねた。受付の若い女性が不思議そうに見た。辞めるんですか？はい、お世話になりました。桐島さんって本当は何をされてる方なんですか？誠一は少し考えてから言った。配達員です。少しの間だけでしたが、女性は首をかしげた。誠一は深く頭を下げた。ありがとうございました。駐輪場に出ると使っていた自転車が並んでいた。誠一はその自転車の前で少し立ち止まった。ハンドルに手を置いた。この自転車が坂を登るたびに膝が笑った。この自転車が住のアパートの前まで毎日連れてきてくれた。この自転車が真実へと続く道だった。誠一は静かに手を離した。ありがとう。心の中でそう言った。その午後、誠一は田中住のアパートを訪ねた。今日は手土産を持って、インターフォンを押すとすぐに扉が開いた。チェーンもなく、住は小さな笑顔で立っていた。来ると思っていたわ。突然すみません。上がって、部屋に入ると窓際の植木鉢に白い小花が咲いていた。お茶を飲みながら誠一は言った。すみさんのおかげです。本当にありがとうございました。すみはカップを置いて静かに言った。お礼を言うのは私の方よ。どういうことですか？30年重いものを持っていたの。それをね、やっと下ろせた気がして。すみは窓の外を見た。よしおさんに謝りたいんだけど会ってもらえるかしら。誠一は少し考えてから言った。父はきっと喜びます。すみの目にまた光るものがあった。ありがとうね、桐島さん。いいえ。誠一は首を振った。あなたが扉を開けてくれた。夕方、誠一は律子と事務所近くの喫茶店にいた。窓の外に師走の街が流れていた。律子はコーヒーを一口飲んでから言った。先生、これからどうされますか？誠一はしばらく考えた。しばらくは父のそばにいる。事務所はお前に任せる。律子が目を見開いた。私にですか？お前は今回私より弁護士らしかった。律子は首を振った。そんなことないです。いや、本当のことだ。誠一はコーヒーカップをテーブルに置いた。律子正義は法律の言葉だけじゃない。お前はそれを知っている。律子はしばらく黙っていた。窓の外を一台の配達自転車が通り過ぎた。律子が小さく笑った。先生が自転車に乗っているのを想像するたびに泣けてくるんです。誠一も静かに笑った。それは久しぶりの柔らかい笑顔だった。泣くな、お前が泣いたら俺も泣く。二人はしばらく笑い合った。その夜、誠一は父のいる施設を訪ねた。よしおは窓際の椅子に座って外を見ていた。誠一が入ってくるとよしおはゆっくり振り返った。来たか。ああ。誠一はよしおの隣に椅子を引いた。二人でしばらく窓の外を見た。街の明かりが静かに羽ばたいていた。よしおがぽつりと言った。誠一はなぜ弁護士になったんだ。
誠一は少し間を置いた。正しいことをしたかったから。そうか、父さんのためじゃなかったかって聞きたいか。よしおは小さく笑った。もう聞かなくていい、わかった。二人はまた黙った。よしおが静かに手を伸ばした。誠一はその手をまた両手で包んだ。小さくて温かい手。30年分の時間がこの手の中にあった。あなたの周りにもいませんか？誰かのために静かに何かを諦めてきた人が。誰にも言わずに重いものを背負い続けた人が。その人はきっと今日もあなたのそばで笑っています。正義はいつも大きな声では語りません。汗の中に、沈黙の中に、差し伸べた手の中に、静かに宿っているのです。霧島誠一は65歳にして初めて知りました。最も強い弁護は言葉ではなく、愛だということを。もし今あなたのそばにそんな人がいるなら、どうかその手を握ってあげてください。今日という日に。